つるくんです。今回は映画風の谷のナウシカからメーベ&ナウシカのフィギュアをご紹介します。こちらのフィギュアは以前発売されているものから2023年度版として発売されるフィギュアになります。以前のものとどのぐらい違っているのかというのも合わせてご紹介したいと思います。それでは外箱の方を開けてみましょう。はい、こちらの方が、今回発売されたメイベ&ナウシカというフィギュアになります。こちらの箱の方にも2023年版として明記がされています。ただし外装に関してはほぼ以前のものと変わってないと思います。私も以前のものを実は持ってなくて他の方の動画を見て比較してるんですが、基本的には変わってないようですね。表紙はこんな形で上横ですね。それからこちらは映画の紹介が載ってますね。裏面にはフィギュアの写真が載っています。では早速開封の方をしていきたいと思います。それではオープン。ブリスターの方は細かく分かれていて、手とか、カエの顔とかですね、あと銃とかもこちらの方に入ってますね。それからメーベ本体、ナウシカと、あと裏には台座関係ですね。それから手すり関係が入っています。それではブリスターを開けます。オープン。今回メーベ&ナウシカということで、メーベの方が主役といった感じなので、まずはメーベの方から見ていきます。思ったよりも大きさは小さいようですね。フラップの方が可動ということで降りてるんですが、上げることができます。グライダーということで結構シンプルな形状をしています。それからナウシカの方ですね。こちらは非常に小さいフィギュアになってます。裏はこんな感じ。小さいながらも結構稼働するようなので、こちらの方は後で詳しく見ていきたいと思います。あとは劇中に一応出てきたと言われている台座の方が付属しています。それから手すり等の部品が入ってます。カエの顔ですね。それから頭巾かな。それから手首関係が小さいながらも結構入ってますね。あと銃のお尻と杖かな。杖と銃ですね。こちらはあれですね。虫笛虫笛がちょこーんと入ってますね。だいたいキットの内容は主にこんな感じになっています。それじゃあ細かく見ていきましょう。こちらのフィギュアの方、メーベ&ナウシカの取扱説明書ということで付属されています。表記に関しては日本語のみの表記になっています。細かく書いてあるんですが、まずはですね、メーベの方、組み立てが必要になりますので、組み立ての方をしていきたいと思います。こちらが手すりの部分と足の部分の部品になります。で、一応右と左というふうに部品が分かれていますので、いっぺんに切り取らずにですね、一個一個切り取ってつけていった方がいいと思います。手すりの方をつけます。穴が思ったよりもきついので、意外とこの手すりの方は柔らかめの樹脂でできているみたいですね。カチカチではないので、多少の遊びはあるかなという感じです。足の方の部品も左右で分かれていますので、まずは右の方を切ります。
これ右側って上から見た時の右側なので、裏返すと左側になるんで、そこら辺は間違えないようにしましょうね。メーベ本体の組み立てはこのような感じですね。手すり部分と足の部分を取り付けると。であと、オプションみたいな感じなんですが、こちらに銃と杖ですね。映画なんかではここから銃を引き抜いてってやってましたけど、それが部品としてついてますんで、それをつけてみましょう。実際にはですね、銃が丸々ついてるわけじゃなくて、こちらの銃の握りの部分ですね、ストックの部分が別パーツとして付属しています。それから杖の方ですね、杖の方も先っちょの部分だけ部品としてついています。こんな感じですね。でこれをそれぞれお尻にはめていきます。お尻の穴ですね、ここにキュッと、それから、こちら握りの方を上にしてつける感じですね。こんな感じで銃と杖を後ろに、つけたような収納形態が再現できるという感じですね。これでメーベの方は完成です。足をつけると傾かずに置くことができます。それから台座の方なんですが、こちら付属の台座ですね。ちょっと木をあしらったような台座になってまして、映画の中にちらっと出てくるっていう噂ですが、ちょっと私もまだ確認してません。でこの台座の上にちょうどメーベが乗るようにできてますね。こんな感じですね。こちらの台座の方はガタつきもなくですね、ちゃんと収まるようにできています。ただし傾けたりとかですねいうような台座じゃないんで、もう固定の台座なので、ポーズっていうのがちょっと限定されてしまうのが残念というか残念ですね。こちらナウシカのフィギュアの方なんですが、非常に小さいフィギュアになってます。大きさ的には7センチぐらいですね。非常に可愛いフィギュアになってますね。ただし結構細部が作り込まれていて、なかなかいじりがいのあるフィギュアになってます。各関節がボールジョイントになっていて、頭部が上下左右に触れて、でなおかつですね、後ろの髪ですね、髪の毛を上に上げて上を向くことができる、そんな形になってるんですね。メーベを操縦するときにどうしても前向きの顔になりますので、必須の仕様なのかもしれませんが、結構凝ってていいですよね。肩の付け根に一つ部品がはまっていて、隙間が見えないようにできてますね。型自体はボールジョイントになっていて、ぐるぐる回すことができます。ボールジョイントなんて若干の前後動もできるイメージですかね。それから肘の方は二重関節じゃなくてシングルの関節なんですが、それでも90度ぐらいは曲げることができますかね。それから手首の方も差し替えが可能になってます。また胴体の方ですね、ここに分割ラインがあるので分かると思うんですが、上下ができて左右も動くようになってますね。もちろんひねりもできますという感じですね。かなり上体を反らした形ができますね。それからスカートの部分なんですが、軟質樹脂でできていて、足を上げるとこのスカート部分が曲がるようになってます。と無理して90度ぐらいまで上がるっていった感じですかね。左右への開脚はこのぐらいが限度ですね。股関節も球体関節なので、若干の足のひねりの方ですねができるようになってます。また膝の方はこ
これも二重関節じゃなくてシングルなんですが、100度ぐらいまではいってるかなまで曲げることができます。また足首も、ボールジョイントになってるんですが、前の方はほとんど動かない感じかな。どちらかっていうとこの後ろの方ですね。後ろの方により大きく、メーベルに乗った時の体勢ですね。つま先を伸ばしたような表現ができるようになってます。ちょっとこのジョイントが伸ばすと見えちゃうのが残念っちゃ残念ですけどね。ちゃんと足の裏も塗装がしてあって、この帯みたいのが塗装してありますね。こんな感じでこのスケールにしてはすごくよく動くっていう感じのフィギュアになってます。また顔の方もですね、目の部分が印刷されていて、非常に精細な顔をしてますね。ゴーグルを外した顔というのも差し替えでつけることができます。よいしょ。こんな感じでボールジョイントになってますんで、ズッキーニの方ですね、これが首の後ろにつくような形になります。背中側にゴーグルが見えてます。で、頭をよいしょ、ちょっと力がいる感じですね。可動範囲はちょっとこう狭まる感じですかね。もちろん左右は動くんですが、上下動がちょっと残念ながら結構制限される感じですね。こちらの方も目の方が印刷になっていて、かなりですね精細な出来になってますね。この大きさでちゃんとナウシカの顔だって分かるのはなかなかすごい出来ですよね。欲を言えばもう少し大きなスケールでね、12センチぐらいのフィギュアにしちゃうともうメーベルの大きさこんぐらいになっちゃいますからね。それはそれで個人的には欲しいけど、金額的には結構きついでしょうね。手首が非常に豊富についていて、銃を持つ用の手首とか手すりを持つ用の手首とかちゃんと分かれてですね、ついています。それからこちらが虫笛の方ですね。正直パイプみたいなもんなんですけど、ちゃんと別パーツとしてついてるのが大したもんですね。それからこちらが銃の方ですね。こちらの方は付属していて、当然手に持たせることもできるんですが、肩にかけたりとかすることも可能になってます。こちらの杖の方も付属していて、手に持たせることが可能になってます。これで兵士の方タコ殴りにしてましたけどね。では早速ナウシカをですね、こちらのメーベの方へ乗せていきたいと思います。こちらナウシカをメーベの方に乗せてみました。結構この手首をうまく手すりにはめるのが難しくて若干手こずりましたけど、さすがによくできてますね。先ほども言いましたけど、この顔の方ですね、この後ろの髪が上がって上を向くようにできてますから、ほぼ正面をこう向いて乗せることが可能になってます。この自然な出来が素晴らしいですよね。逆さにしても落ちるってことないですしね。なかなか固定の方もうまくいってますね。実際には手首だけで持ってるんですけどね、ちゃんとこうやって固定できてるのは大したもんですね。次はちょっとメーベの方のギミックですね。こちらの方をご紹介したいと思います。こちらメーベの方、なかなか面白いギミックがついてまして、一つは電飾ですね。こちら機体の中の方ですね、ここに蓋がついてまして、これを開けるとここにボタン電池入れられるようになってます。なおかつここにスイッチがついていて、このスイッチをですね
入れますと、こんな感じでエンジンがつきます。前面と後面ですね。両方吸気口と後ろの排気口っていう感じなのかな。前後にライトがですねつくようになってます。なかなかね綺麗ですね。ちなみに電池の方はテスト用のが最初から付属されています。それからオリジナルのギミックとして翼の展開というのがついてます。これは翼をですね引っ張るとこんな感じで展開しますね。内部のメカは青色でできてます。以前のフィギュアはこの青い部分がですね黄色だったと思います。で今回はこの部分が青色になっているという感じですね。ボックスの方には、ナウシカの青にマッチしたような色だっていう風に書いてありましたけどね。これはもちろん両側が開くようになってます。あとこの翼の方がですね、若干前後動するイメージですかね。それに伴ってこちらのフラップの方がですね少し動くっていう感じになってます。こんな感じで本当に蝶の羽って言ったらいいんですかね。そんな感じの展開ギミックがついてます。なかなか面白いギミックですよね。ただもちろん映画の中ではこういう形状は一切出てきませんので、このフィギュアオリジナルのギミックということですね。ただ難点を言えば、こういった分割線ですね。分割線がどうしても出てきてしまうっていうのは、ギミックに伴ってあるんですが、なかなか遊びとしては非常に面白い遊びだと思います。メーベ&ナウシカのフィギュアの方をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。フィギュアとしては比較的小さめなフィギュアなんですが、かなり細かく作り込まれていて、見栄えのあるフィギュアだったと思います。また小さいながらも可動の範囲が多くて、いろんなポーズが取れるということで、メーベの方のオリジナルギミックも含めてですね、かなり面白いフィギュアになったと思いますので、ぜひ手に入れる機会があれば入れてみてください。今後もこのガレリアシリーズっていうんですかね、こちらの方に期待していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。